ということでね、次はね、9番の札所、文殊院っていうところにね、行きたいと思います。一般道優先で1時間45分もかかるの？そんなかかるん？これ今日12番まではちょっと無理ですね。11番がいいとこだな、これだったら。高速使ったら早いんでしょうけどね。高速使ったら1時間も違いますね。どうしよう。なんかちょっと考えたんですけども、高速使っていくのはなんかね、ちょっと僕の中ではフェアじゃないというか、あれなんで、もう仕方ないんでね、下道、一般道を通ってきます。一般優先で行きましょう。ということでね、今の時刻が1時27分ですね。約1時半です。ですね、1時間30分までできると思うんですけども、3時着ですね。頑張っていきましょう。出発です。9番目の霊場に向かっていきましょう。今もしかしたらね、和尚さんが鯉の餌をね、補給しにね、行かれたかもしれないんですけども、ちょっと時間がないんでね、仕方ないです。先を急がせていただきます。すいません。はい、今ね、2時ですね。あと25キロぐらいの距離まで来てます。パンしか食べてないんでね、お腹すきましたね。時間との戦いなんで、安全運転で頑張っていきたいと思います。よし、到着。はい、2時44分ですね。到着です。だいぶ早く着きましたね。はい、ということでね、こちらが9番目の霊場、文殊院さんですね。早速ね、礼拝していきたいと思います。はい、じゃあね、礼拝が終わったので、農協してもらいに行きましょう。こんにちは、お願いします。ありがとうございました。はい、ということでね、文殊院さんでね、農協してもらいました。優しい感じの字ですね。年中の方もね、購入できたんで、これでね、9番霊場、完了です。ということでね、次の10番霊場の方に行きたいと思います。はい、お次がね、西山広隆寺さんですね。ここから行くと、有料道路なしで46分で行けるみたいです。距離が33キロなんでね、それぐらいかかりますね。で、今がね、3時ちょうどですんで、3時40分とかぐらいに着けると思います。はい、じゃあね、出発です。到着ですが、えらい多いな、車が。はい、到着です。現在の時刻がね、3時59分、もう4時ですね。で、無事到着です。はい、ということでね、仏法山広隆寺さんの方にね、早速行ってみたいと思います。結構ね、距離ありますね。でっかいわらじ。この上嘘ギリギリじゃが次の分もしたら、こりゃ頑張ったら感じけんやつや。とりあえずね、ちょっと行ってきたいと思います。終わったんでね、ちょっと今から農協してもらおうと思います。お願いします。はい、すいません、ありがとうございます。はい、小路さんのね、農協と年中がね、いただきましたんで、10番ね、OK です。ということでね、もうね、今ね、4時20分なんで、急いでね、次の霊場に向かいたいと思います。行きましょう。めちゃくちゃね、すごい坂です。もうね、今、汗びしょんこです。気を抜いたらね、転げ落ちそうな坂なんでね、申し訳ないけども、真ん中持ってからね、降りてもらいましょう。おお、びっくりした。おーす。ワンク。バイバイ。どうした、ついてきてるよ。こんにちは。真ん中が歩きやすかった。犬かわいいな。よし、降りてきました。次はね、5キロぐらいしか離れたはずなんで、ちょっと車に持ってからね、パッと見てみましょう。はい、ということでね、車に持ってきました。現在の時刻はね、4時27分ですね。で、次のね、11番の霊場にはね、4.5 キロで10分ぐらいで行けるそうです。だからね、ギリギリ間に合いそうですね。はい、ということでね、11番の生き地蔵さんにね、向かって移動します。こうしてもね、広隆寺さんはね、すごい歩かされましたね。登って礼拝して降りてくるのにね、30分かかりました。しかも結構急いでからです。ですのでね、30分皆さんかかることをね、ちょっと念頭に置いて動かれることをお勧めします。ミニストップがありますね。今ね、ちょっと余裕がないんでね、後にしましょう。
帰りにでもね寄った方が良さそうですね。今のおかしいな、これかなって思った分がねそれでした。これ時間がないのにねこういったのはやめてほしい。多分ね間違いなくねこっちだと思うんですよね。ここ入っていくのスタイルだと思うんですけどね。違うんかな。違ったらすごいもう時間ないんでねやばいんですけども。いや間違った本当に。駐車場はないんだけどここも違いました。本当はね真ん中にねもう一箇所入るところがあったみたいですね。あったこれだ、ここです。ここが駐車場です。はい到着です。はいということでね4時42分ですね。到着です。まだねあちらの農協所の方はね空いてるみたいなんですけども、どうしましょうかね。ちょっともう先にねこちらでお経をあげてからにしましょうかね。急いで行っていきたいと思います。はいということでね今からね行ってきたいと思います。はいということで、ね、農協ねしてもらいましょう。農協よろしくお願いします。ありがとうございます。あと年中の男玉をお願いします。はいありがとうございます。はいということでね無事に農協してもらいました。すごいナイスなバランスのかっこいいやつですね。年次もねここにできました11番、ちなみにね今の時刻が4時50分ぐらいですね。ギリギリ間に合いました。道をね間違えた時にちょっとヒヤッとしましたね。びっくりです。ちょっとじゃあね車に戻ってからね作戦を練りたいと思います。はいということでねちょっと Google マップで現在地見てみるんですけども、今がここですね。ここが11番の現在地で、こちらが12番です。で明日はここスタートなんですけども、要するにこの間のどっかでね立ち着できればねいいんで、ちょっとこの辺でねいい場所なんかちょっと探してみましょう。で Google マップでね確認してみたらいいところありました。今がここなんですね。で次行く場所がこちらの、12番の霊場なんですけども、その間海沿いの方にね公園がありました。ここはねどうやらねその無料のキャンプ場のようで、なんか申請等もいらないっていうんですかねみたいな場所らしいんで、今夜はねちょっとこちらの黒島海浜公園さんの方でねちょっと一泊させていただこうと思います。でその前にねお風呂とかも入らんといけんので、ですんで、今現在地からここまで行く最中のお風呂にも入って、どっかでスーパーで買い物もして行きたいと思います。ちなみに今ねもう5時36分なんですけども、もう外はもう真っ暗ですね。真っ暗すぎてもう何も映らないぐらいのレベルの真っ暗なんで、安全運転でね行きたいと思います。よし行きましょう。ということでね移動してます。目的地まではね約17キロですね。6時20分30分ぐらいでね到着するようです。疲れた。はい、ということでね、日内の湯さんに到着です。はい、でちょっとねお風呂行ってみたいと思います。中はねもう撮影 NG だと思うんで入ってねゆっくりして出てきたいと思います。ということでね行ってきます。はい、無事ゲットしました。よし。はい、ということでね、お風呂にも入りましたし、食材もゲットできたんでね、もうあとは宿泊場所に行こうと思ったんですけども、さすがに僕もこれだけじゃちょっとね、足りないんで、なんかね、いい方法ないかなと思ったんですけども、よく考えたらね、今もう7時55分で、8時前なんですよね。で、この辺にもスーパーはもちろんあるんですけども、8時といったらね、大好きなシールの貼られる時間なんですよね。ですんで、ちょっと目的地に向かう間にあるスーパーでね、ちょっと大好きなシールがね、貼られてある食材を探して買っていこうと思います。素晴らしいね名前のフレッシュバリューさんとかっていうね、新鮮で安いみたいな感じのお店が10キロほど先にあるんでね、そちらの方に行きたいと思います。出発しに行こう。はい到着です。はいということでね行ってみましょう。どんな出会いが待ってるのでしょうか。素晴らしい食材が手に入りました。何型かはね、僕はもう現地ついてからにしましょう。はい、ということでね、車にね、戻ってきたら8時53分でした。ここにはね、実は8時10分に着いたんで、43分ほどいたことになります。珍しい食材がね、たくさんあったんで、時間がかかりました。で、今夜ね、宿泊させていただく場所は、6.3 キロでね、14分ぐらいで着くそうなんで、もうね、パパッと行きたいと思います。
黒島海浜公園さんのね駐車場ですね。これなのでね、トイレもあって、あと無料で予約不要のね、キャンプ場にもなってるんで、多分こちらでね車中泊させていただいても問題ないと思います。ということでちょっとね適当に場所を見つけて止めます。はい、ということでね、こんな感じの場所にね止めさせてもらいました。こんな感じの場所ですね。はい、到着時刻はね9時17分でした。お風呂もね入って買い物してたらこんなもんですね。でちょっとね車の中はね今ごちゃごちゃになってるんで、片付けて早速晩ご飯の準備をしたいと思います。はい、ということでね準備できたんでご飯食べようと思うんですけども、これがさっき買った美味しそうなお惣菜ですね。であとねチャーハン買ってきました。399円の半額なんでね200円ぐらいです。いいの売られてました。あとはねレタスも買ってきたんで、これで晩飯にしようと思うんですけども、これチャーハンねこのまま食べるのもちょっともったいないんで、ここにねサバが入ってるんで、レタスとねチャーハンでレタスチャーハンとか鮭レタスチャーハンみたいなやつがあると思うんですけども、そこにサバを加えたねサバチャーハンみたいなやつを作って食べたいと思います。ということでね、もう早速調理に取り掛かりたいと思います。といってもね調理方法は簡単で、いつものショートカレーにねアルミホイルを敷いて、ここでもう調理していくだけですね。はい、ということでやりましょう。ちょっとね多かったかもしれないというふうにね僕も感じてるんですけども、もう取り返しがつかないんでねこのままいきたいと思います。でポンで、この中にねサバをほぐしておきます。もう適当にほぐすだけでいいんでね、ぐしゃぐしゃに。よし OK ですね。ちょっとねいっぺんじゃあレタスをあげましょう。でここにねチャーハンを盛り込んで、少々量が多くてもね木の台の上に乗っかってるんで大丈夫です。チャーハンがね温まってきたんでサバを入れましょう。はい、もう全部入れました。あとは混ぜ混ぜですね。最後にレタスを入れます。これもね絡めるだけで OK です。もう火は通ってるんで。ということでね、鮭とレタスのチャーハンならぬサバとレタスのチャーハンができましたんで、早速いただきたいと思います。いただきます。鮭チャーハンもねサバチャーハンも変わらないですね。サバが嫌いな人はねちょっと苦手かもしれませんけども、僕サバ大好きなんでねめちゃくちゃ美味しいです。でこんな感じですね。台の上に乗っかってるんでめちゃくちゃ量が多いのにちゃんと料理できています。ということでね、美味しい料理ができたといえばねやっぱしビールなんですけども、今回はねノンアルコールビールにしました。明日も早いんでねノンアルコールにしたいと思います。今日一日お疲れ様でした。ということでね、あとはねもう続きながらゆっくりしたいと思います。はい、ということでね完食です。ごちそうさまでした。でこれなんですけども、これねこんな感じで取ってしまえば OK で、ちょっと今回ね油がちょっと染みてますね。そこは破ったようです。下手くそですね。でもねこんな感じでもう拭けば OK ですね。で今ね10時14分なんですけども、明日のルートとかちょっと明日の準備をしないといけないんで、今からちょっとごそごそします。はい、今ちょっと計算して出してみました。タイムスケジュールなんですけれども、分かりづらいかもしれませんけど、12、13、14、15、16、17、18、19、20まで行くのに朝7時10分に向こうを出れれば16時50分に20番札所につけれるらしいんですよね。これはちょっとね希望が出てきましたね。本当にギリギリですけども行ける可能性があります。なんでね明日本当にね行けるかどうかちょっと分かりませんけども、頑張って回りたいと思います。ちなみに全部ね法定速度で高速道路を使わなかった場合の時間帯で出してるんで、頑張って明日も車を走らせたいと思います。で今日ね集めた年中がこちらですね。5番6番7番8番9番10番11番、今日だけでね7箇所集めれました。でもね明日は9箇所なんですよね。こういった格好でね回らないといけないんですけども、回りきれると思うんでね頑張っていきたいと思います。はい、でねこれいろいろね用紙とか名前書かっていけるので、これを書いてから今日はね休もうと思います。はい、そうこうしてたらね、もう12時47分です。作業をねちょっといろいろ準備をしすぎました。で今ねちょっと気温計がないんですけども、多分13度かぐらいはあると思います。比較的暖かいです。はい、ということでね明日もね早いんでちょっともう休みたいと思います。おやすみなさい。ちょっと止まりましたね。今ね、医療訓練なんですけど、都心のね
これですよ、すごいでしょう。本当に。